今回は5月になってもなかなか思うように芝生が育ってくれず、テンションが下がっている方のために夏までにできる芝生の作業をしっかりとお伝えします。5月からでもまだまだ間に合います。自分の庭だけなぜ成長が遅いのかと諦めかけている方は、今から夏に向けて挽回するためにぜひ参考にしていただいて、少しでも綺麗で元気な芝生を育てることにお役立てください。また気温が上がってきたからこそ気をつけることも一緒にお伝えさせていただきます。一つ目は芝刈りです。いよいよ待ちに待った芝刈りが本格的に始まります。芝生を育てる楽しみの大きな一つでもあるこの芝刈りですが、思ったように育っていない方でも少しでもできる作業はありますので、5月の芝刈りの注意点も含めてお伝えします。まずこの時期の芝生の状態は順調に生え揃っている方やそうでない方といったように様々なお庭があると思います。そこで一体どの状態になれば今シーズン1回目の芝刈りをスタートさせるかということですが、僕がおすすめする芝刈りを始めるタイミングは芝生全体の状態で判断するのではなく、芝生の葉の長さで決めています。よく質問の中にまだ全体には生え揃っていませんので、ある程度生え揃ってから芝刈りをしようと考えていますというご意見もいただきます。確かにそれも間違いではなく、ご自身のペースに合わせて刈っていただくことも大切ですが、僕がおすすめしているタイミングは芝生の葉が自分の決めた長さになれば、他の部分が育っていなくてもその成長した部分だけ先に芝刈りをするということです。日当たりのいい場所やコンクリートやブロック沿いというのは地面の温度が上がりやすかったり、ランナーが溜まりやすくなっています。他の部分と比べて成長が早いことが多いです。ですので、そういう場合は成長が早い部分だけでも先に刈るようにしてください。そうしないと他を待っている間に葉が伸びすぎてしまい、軸刈りのリスクも高くなります。ちなみに我が家の今シーズンは約 2.5 センチから3センチまで伸びた場所は刈り高を 1.5 センチから2センチに設定をして芝刈りをしています。4月にはすでに伸びている箇所だけで3回は芝刈りをしています。それくらい場所によっては違いもありますので、葉を伸ばしすぎたり、また逆に短く刈りすぎたりしないように、成長の早い部分からしっかりと光合成ができる芝丈をキープしながら芝刈りをしてください。このように順調に育っていなくても少しでもお手入れすることはあります。5月になり気温も上がると芝生だけではなく雑草も元気に育ってきます。この時期に雑草対策をするかしないかで、今シーズン雑草に悩まされるかどうかが決まると言ってもいいほど最後のタイミングと考えています。6月に入ればいよいよ梅雨が始まります。ここで抑え込まないと一気に増えてしまいますので、しっかりと雑草対策をしてください。やはりおすすめは毎日の手作業ですが、それが厳しい方は除草剤などもありますので、ご自身に合った方法を選んで雑草対策をしてください。それともう一つは害虫対策です。芝生には害虫がたくさん発生することがあります。数匹程度ではほとんど被害はありませんが、油断していると急激に増える年がやってきます。去年までは大きく枯れるほどの被害もなかったので、今年も同じように考えていたら気づいた時には手遅れになったという経験もしています。せっかく順調に育ってきたのに、ここで大きなダメージを食らうわけにはいきません。ただ無理に殺虫剤を使う必要はありませんが、殺虫剤は即効性が高いですので、一つご用意しておくことをお勧めします。それともう一つ、定期的に芝生の状態をチェックし、いつもと変わったところがないかを観察することも被害を最小限に抑えることができますので、おすすめをしています。このように芝生が順調に育っていなくても少しでもお手入れすることはあります。この水やりに関しては今までもたくさん動画を配信してきました。それぞれのお庭や土の状態、日照条件などが違いますので 100% の正解をお伝えすることはできませんが、今回もご自身のお庭に合った水のまき方を見つけるための簡単な方法をお伝えします。それは水やりをした記録を必ず残すということです。水やりした日、そしてどのくらいの時間水を与えたかのこの2つだけでも結構です。
その記録をもとに芝生や土の状態を見て必要なら時間を増やしたり、逆に頻度を抑えたりするなどの調整をしてください。すぐには水やりのタイミングや量を知ることはできませんが、気長に記録を取っておくことだけでも後で分かってくることもたくさんありますので、できる範囲でメモを取ってください。水をたくさん与えたからといってそれに比例して芝生が育つというわけではありません。確かに水やりをすると葉が伸びます。なので嬉しくなり頻繁に水やりをすることもあるかと思います。ですが水の与えすぎにより芝生の葉だけが急激に成長したり、肥料の栄養が溶け出しすぎて栄養の取りすぎなどで芝生にダメージを与えてしまったり、弱く育ってしまうことで病気になりやすかったり、病気が大きく広がりやすかったり、最悪はそのまま枯れてしまうことにもつながります。ですので水の与えすぎは見た目は成長したように見えることもあり、ついついたくさん与えてしまうこともありますが、実際はデメリットがかなり多く弱く育ってしまうこともあるということを知っておいてください。カレンダーなどに水やりした日やどのくらいの時間与えたのか、いつ雨が降ったのかなどメモっていただいて今後に活用していただきたいと思います。順調に育っていなくても少しでもお手入れすることはあります。まずこのデコボコ修正がなぜおすすめなのかを説明します。5月からは今までとは違って成長スピードもかなり上がってきます。ですのでこの時期にデコボコ修正をおすすめする一つ目の理由は、芝刈りをしやすくしたり目土効果でさらに成長が加速したりと綺麗な芝生に仕上げるためにデコボコ修正をします。そしてもう一つは、まだ芝生の密度もあまり高くありませんので目土を入れやすいということです。芝生の葉が長かったり密度が高かったりすると、へこんでいる箇所にピンポイントで目土を入れることが難しくなってきます。ですのでこの時期にデコボコ修正をお勧めしています。芝生がデコボコしていることでお悩みの方も多いと思いますので、ぜひ参考にしてください。では作業方法と注意点をお伝えします。まずはこのようにまっすぐな木を使ってどのくらいへこんでいるかを確認します。別にこの木ではなくてパイプを使ったりとまっすぐなものなら基本的には何でも OK です。そしてこの隙間に目土を入れていきます。デコボコだけの修正の時は砂だけではなく少しは保水性のある目土を使うことをお勧めしています。その理由は芝生の密度が低いと歩いたり雨が降っただけで砂が流れていってしまってほとんど修正することができません。密度が高くなれば芝生が受け止めてくれますので砂でも全然大丈夫です。ちなみに我が家では少しだけ保水性を持たせるために2つの目土をブレンドしています。以上が芝生の修正方法になります。では次は注意点をお伝えします。まず1つ目は芝生に土をかぶせすぎないということです。よく耳にするかと思いますが、すごく大切なことなのでしっかりとお伝えします。かぶせすぎないとは少し葉が見えるくらい、もしくは茎が隠れるぐらいにしてくださいということです。それでもまだまだへこんでいる方は今回はそこまでにして少し成長してからまた修正するといった具合に少しずつ段階を踏んで修正をしてください。それともう一つは目土入れが終わってからの水やりです。できるだけ優しいシャワーを使ってください。どれだけ抑え込んでも所詮は土を置いただけですので簡単に崩れます。せっかく修正したのにこれではいつまで経っても平らにはなりません。すごく簡単なことですが、これができていない方が多いように思いますので今回の注意点に挙げさせていただきました。以上がデコボコの修正方法とその注意点になります。ただこのデコボコ修正をしたからといって簡単には平らにはなりません。数年かけて少しずつ平らにしていくといった感じで気長に作業をしてください。順調に育っていなくても少しでもお手入れすることはあります。そして最後はエアレーションです。まず我が家で行っているエアレーションはこのガーデンスパイクを使った方法です。小さな穴を開け根に新鮮な空気を届けることに特化した道具です。特に難しもなく靴の下に履いて歩くだけですのですごく簡単です。我が家で行っているエアレーションは土壌改良と同時に進めていますので間隔は約1ヶ月半から2ヶ月に1回に微生物資材と一緒に使用をしています。
ですので年間を通して5回から6回は予定をしています。この剥げた部分もなんとか埋めることができたのも、このエアレーション効果がかなり影響しているのではないかと考えています。それほど高価な道具でもありませんので、一度試してみる価値は十分にあると思います。その他にもこのようなタイプのエアレーション道具がありますが、このタイプは基本的には根を切る目的も同時に兼ね揃えておりますので、それほど多く作業することはできません。根を切ることでメリットも大きいですが、その分負担も大きいですので、少し間隔を空けるようにしてください。それとエアレーションの注意点としては、真夏の気温の高い時はできるだけ避けるようにしてください。根が乾燥してしまうことにもつながりますので、真夏での作業を控えたり、もしする場合はエアレーション後は水やりや滅地入れをするなどして根を必ず守るようにしてください。というわけで今回は5月におすすめの作業を5つお伝えしました。いよいよ本格的に気温も上がり始め、目に見えて芝生の成長が楽しめる時期になってきました。水のやりすぎ、肥料のやりすぎなどで梅雨の時期に病気になったり肥料焼けの症状が出ることもありますので、やりすぎ注意報には気をつけながら楽しんで育てていただければと思います。それでは今回も最後まで見ていただき本当にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。